ですよね。子供が作るとパリッとね。パリパリしてる。美味しい。ほとんどお客さん来だすのは11時からですね。コロナの影響で朝もちょっと開けようっていうことで、夜は早くちょっと閉めるようになったので、その分朝を早く開けるっていう感じで、夜は今1時まで、1時ラストオーダーの1時半閉店っていう感じですね。白ネギと青ネギと中にネギ入れるんですけど、白ネギの方が香りが立つので、色味出したいからですね、焼きそばのトッピングとかで青みを出すために青ネギを3、白ネギを1の割合で入れてますね。ネギは結構使えますね。1日6キロ近くは使えますかね。お店で働かれ出したのはいつ頃になるんですか？21ぐらいですかね。今34なので14年目になる。お店がすごく清潔だなって感じたんですけど、結構意識されてたりするんですか？いやもうやっぱり男が多いから、最初の頃はもうすごく社長からも怒られて、今でもできてるとは正直思ってないですね。去年から毎日しようって決めて、見えにくいところまで気使ってるよっていうのを見せたくて。自分も意識してやってるからですね、ここはどうかなみたいな見ちゃうようになりましたね。焼きそばパンを作ろうと思ってます。毎朝10個作って店頭で販売してるんですけど、結構人気で、月で500から600個ぐらい販売してますね。コンセプトが手作りなので、餃子とかも、もちろん焼きそばもですけど、デザインとかも T シャツもなんですけど、全部こう手作りっていうのにうちの社長こだわってるので、そこもちょっと見ていただけたらなって思いますね。これうちの売りのマヨネーズなんですけど、ちょっと変わってまして、刻んだたくあんが開いてあるので、ちょっとシャキシャキした食感のマヨネーズになります。酸味が強いマヨよりはどっちかというと甘みが強いマヨネーズになってますので、パンとすごい相性良くて、
ちはやっぱりそのうちの良さを消したくなくて、やっぱりマヨネーズが勝ちすぎちゃうので、あんまりマヨネーズトッピングとかお店で売り出してなかったんですよ。パンに合うマヨと焼きそばに合うマヨをずっと開発して、でようやくできたんですけど、このマヨネーズだったらお店でも出しても焼きそばも負けないし、独特な面白い食感になって美味しいです。相性抜群ですね。触るとちぎれちゃうので。皮も手作りなので、最初にいいのと悪いのに今選別して巻きやすいように。焼きそばの麺は何かこだわりというか、特徴とかあったりされますか？銀麦っていう小麦粉を使ってるんですけど、それがオリジナルのブランドなんで、そのブランドを使った銀麦製麺っていう製麺所兼イートインできる中華そばとかそば、ざるそばとか売ってるお店も別でやってるんですよ。そこで作ってる麺になりますね。と皮。名前が棒餃子なので棒状と言いますか、もともとがこういう四角い皮になってますので、上下折って両方を閉じるっていう。一応焼きそば餃子専門店なので、ちょっと変わった餃子をやっぱ専門店として出したいというので。
一応うちの麺が全粒粉使ってるんですよ。すごい栄養価の高い小麦粉なんですけど、健康に食べれる焼きそばっていうところもうちの売りの一つではあるので、そこもちょっと楽しみながら召し上がっていただきたいなっては思ってますね。温かいうちに出したいので、いつもお客さんも入ってくるかなっていうギリギリの時間に作ります。こちらおにぎり1個か2個選んで1個でいいですか？はい、ありがとうございます。お待たせしました。ちょっとお皿が熱くなっておりますので、手前にいいですか？ありがとうございます。大盛りで、はい、大盛りです。こちら普段さん 1.5。はい、すみません、お待たせいたしました。大盛りですね。ですね。はい、すみません、お待たせいたしました。ここは久しぶりです。ランチセットみたいなやお店の好きなところというか、気に入って通っているところがあれば。つ。リーズナブルで庶民的なところかな。こっちのがあったかいので、何か。塩
C の方が多いです。はい、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。行きます。いらっしゃいませ。どうぞ。します。いらっしゃいませ。はい、どうぞ。はいよ。2回目C セットメニューランチセットと一番シンプルな麺焼きそばパリパリしてて美味しいはい、だから失礼いたします。焼きそばはね、よく食べます。ここにも何回もお邪魔してますよ。焼いてるからでしょ、やっぱり。焦げ目がつくでしょ、パリッとね。美味しい。5、60キロですかね。多い時はもう80とか、80から100ぐらいは。はい。はい。はい、いらっしゃいませ。はい、すいません。お待たせいたしました。はい
ありがとうございます。ごめんなさい。5キロ切ります。ですね。もう5キロ切ります。焼きそばセットのサラダ付きで、それの分のサラダです。今入れたのが返しというラーメンの味になる大元のもので、あとはちょっとずつ調味料を足して豚骨スープとしてお客さんに出してますね。
長的には食べやすい長さでも作ってますし、太さもで、機械の圧力でコシのある、焼いた時にはパリッとで、中はもちっとなるように作られてます。今混ぜてたこれはタレです。これは全く分かりません。奥様しか分かりませんのでちょっと醤油が入った感じの、難しいですねソースの味が知ってるのは社長の奥さんとその娘さん2人だけです。首から下の部位がほとんど入ってます。ヒレもロースもバラもモモも全部入ってるんで。愛情あるサービスを適正な価格でお届けし、お客様と共に愛ある社会づくりを目指します。はい、以上です。お願いします。そこに卵を入れてもらう。焼きそば2つ。焼きそば2つですね。1つは、卵を入れてください。生卵ですか。はい。2000円にしてください。かなり油取ります。ありがとうございました。うまい。
もう日田ではもう絶対これだね。焼きそばはもうこれしかない。よそ行った時ツルツルっとしたとろっとした焼きそばじゃない。信じられん感じがする。一番有名、大分では支店なんかいっぱいあるね。福岡にもあるし。焼きそばの大盛り。大盛り、はい。大盛り、はい。こ
まあサラダセットに生卵トッピング、生卵はいつも何か乗せますね自分はひたすらかき混ぜます。結構カリカリしてるから麺がですね、卵との甘みとこのカリカリ感がソースとちょうどマッチングして美味しいです。ランチはご飯がサービスって書いてあったんで、パリパリ具合が好みだな。2名様です。もやしがたくさん入った焼きそばなので、もやしの水分を逃がさずにというかですね、麺がつるっぽくならないように強火で丁寧に焼くことを心がけています。最大何人ぐらい6です。6人前までですよ。カウンター何番です。12番をここの一番の焼きそばです。もう大好きなんですよ。この目玉焼きを入れてからトッピングするのがもう最高ですね。何度食べても美味しいですよ。どうもありがとうございました。もう腹いっぱいですありがとうございました。これで何人前ですか？これ、4人前です。
胡椒結構取られてましたね。自分入れる来たら来た時はね必ずこれパリパリがいいですよね。鉄板だからですか。いやなんかちょっと作り方が違うんじゃないですかね。ソースの作り方はもう本当に少ない人しか知らないって聞いたんですけど、私と娘この頃下の娘にやっと教えたんです。コロナが流行った時私たちがねかかったらアウトでしょ。京都に住んでる娘にも教えて朝一新幹線で来て作ってさっとまた帰りました。誰にも会わずにもうどれだけ忙しくてもお母さんと娘さんがやりました。夜中でもどんなソースの味なんですか？深くはないですね。もう召し上がってみてください。大盛りのトッピングなしね。そうです。大盛り焼きそばです。大盛り焼き美味しいです。熱い。全般的にもう美味しいですよ。もやしが麺と絡み合って美味しい。全然違います。危ない。あとはちょっと入れるぐらいです。どうした。岡山からここはもう宴会場ですよね。土曜とか日曜とかこっちのお客さん多い時はこっち使います。でもう開放して使うから並んでね待ってもらうの気の毒や寒いけん。宴会も結構人気なんですか？そうですね。もう飲み放題4500円。僕がやってたのが中華やからもともと基本的には中華の料理になりますけどね。
人気のメニュー、おすすめのメニューありますか？もうメニューはもうこれ一番単品でおすすめはね、僕は好きなのはしそ青じそ上から振ります。多いのはやっぱもう卵と目玉ね、これは多いですよ。焼き方もしっかり焼いてくださいとか両面焼いてくださいとかいう人もおる、半熟であんまり焼かないでくださいという人もおるしね、そこはいろいろやけど、注文いただければ大体そのペースであげます。営業始めたのはラーメンで、ラーメンは下はほら激戦区で結構ラーメンがあったんですよ。でそれでなんか他のメニューを積んで先代が考えたのが焼きそばで、今は日田中が焼きそばやりだして、ラーメン屋がみんなやりだして、ラーメンも美味しいですよ。久留米ラーメンと違って脂っこくはしつこくはないです。さっぱりしてます。お願いします。ラーメン2杯お願いします。2番、3番。基本的にはね、夫婦でやるっていうのが理念で、夫婦でやるのが原則。一人やったらできなかったんですか？できるんです。独身はできる。今はね、もうちょっと時代変わってきたんで、フランチャイズでいろんな形で出るっていうのもありますけども、だからここで修行しながら嫁さん探して、だからみんな学校卒業して高校出てくるでしょ。そして3、4年して結婚して出ていく。だから今仙台支店をしている人たちはみんなそういう人。もやしが、特徴的でですね、スーパーで売ってるようなもやしは緑豆のもやしなんですけど、豆腐連では黒豆のブラックマッペというもやしを使っております。うまみがソースとよく合ってですね、美味しく仕上がります。そうですね、やっぱり生き物ですので、細い時もあれば太い時もあったりしますね。そのコンディションによって、焼き手が焼き方をちょっとずつ微妙に調整していくっていうような焼き方でタイプしております。美味しいです。福岡から来ます。でも1時間ぐらいで来れます。今日はこちら目当てで？そうです。で美味しいから行こうって言って来ました。こ
りがとうございます。オムライスは卵何個分？12。 12ですか？パッと振り目としか覚えてませんけど、大型トラックにはねられました。350円、400円。どこもやらない。バカだから。子供正直ですね、やっぱね。まずいって美味しくないって言われた。やっぱり相性がいいですか1週間ぐらいですね。家帰ったら寝るまでずっと煮込んでて。はい、すいません。体が動かなくなるまで。だから100になっても動ければやります。関係なく。起きるのは4時半ですね。起きたらコーヒーを沸かしてうちの奥様にコーヒーを先に出します。今のは何をされてたんですか？うちの奥様に頑張りますから見守ってねって言ってました。いつも見守ってもらってます。釜並んでると思うんですけど、はい、これはすべてご飯ですか？ご飯です。これ味噌汁、これはカレー。寝るのがですね、大体早い時もあるんですけど、12時過ぎとか。でも大体平均的に1時から1時半ぐらい。いつからその生活をされてる？13年前ですね。2010年の3月14日オープンしてからですね。最初きつかった。最初はものすごかったです。きついきつい。これ骨折してるんですよ。疲労骨折。それぐらいでパタパタっと動けないですね。これは僕は朝ラーメン食べますから。たまに昼にです。しょっちゅうは食わないですけど。唐揚げです。味付けして粉を加えて今つけるだけです。寝かした方が美味しくできるので、即席でやったら美味しくないです。よいしょ。店をやる前は、ちっちゃなホテル、プリンスホテルというホテルですね、全国にありますけども、その中のシェフをしてました。僕がシェフをしてる時にうちの奥様と知り合ったんです。で、横浜の高校を出てプリンスホテルの試験を受けてシェフになります。うちの親父は九州の熊本っていうところに実家があるんです。よく遊びに行ってたんです。冬休みとか夏休みとかですね。おばあちゃんがいろんな遊んだり料理を作ったりするのを見てて、でそれが自然と好きになったんですね。田舎ですからいろんなものを取りに行ったり何やかがするんで、そこでついていったりいろいろしてるうちに好きになったと
おばあちゃんの料理が体の中に染み込んだんですね。雑なところは味噌汁ですいい味が出ますよ。味噌汁です。キャベツと玉ねぎともやし、味噌汁の元になるのは昆布と煮干し類です。揚げ入れるのは味がすごく風味がいいです。揚げ入れないのと入れたのと全然違います。洋食一本あちこちもう品川高輪赤坂あらゆるところは動かされましたね。ホテルでうちの奥様と知り合った。僕はシェフをやってて奥様は企画をやってたんです。これを下積みしすぎてある程度の時に知り合ったもんですから、でその時にちょっと料理にちょっといろんなレシピの中に必要なものがあったんで企画の方に行ってこれを取ってもらえませんかねということで企画に依頼したんです。同じホテルの中ですね。逆に依頼した時に知り合ったのがうちの奥様です。うちの奥様はこの博多の人です。僕は横浜の人間です。で彼女が家庭の事情でこちらの福岡に帰ってこられて、それから約8ヶ月1年近くにしてどうしても諦められなくて僕はホテルを辞めてここに来たんです。したらね亡くなったのがやっぱ寂しいですね。だからあれ見ながら頑張らないかなと。出てきてお客さんが食べて美味しかったって言われたらもうそれが最高に美味しい、嬉しい。ビーフの肉はありません。溶けてます。もちろんじゃがいも玉ねぎも全部溶けてます結構煮込まれるんですか？1週間ぐらいですね。家帰ったら寝るまでずっと煮込んでて、でまた止めてまた冷やしますけどね。弁当にも使うし。よいしょ。これ弁当のカレーですね。これは焙煎して作ったやつです。普通のコーヒーと違います。飲んだらわかります。お客さんが美味しい美味しいって出るものだから。一個一個違うんですよ。これタダでお客さんにあげるんだから安いコーヒーは出せばいいじゃないですか。美味しくない。お米も安い米使わないのは美味しい米使うからお客さんたくさん食べるんですよ。ご飯3杯、味噌汁3杯、そしてコーヒーは1杯、もう1杯飲んでどうぞ構わないです。そしてミンチをぎっしりそこに埋まってますね。いやいや、これで少なめに、前はね山盛りしたんですけども食べきらんってお客さんが食べるぐらいの量にしたんですよね。これでも結構お腹いっぱいみたいなんですよ。お客さんたまにいますよ。ご飯もうちょっと多めに、ああ自分でやってくださいって、好きなだけ入れてってって、楽しみがなくなってしまう
初めてですね、1年間はたい焼きを作ってましたんで、これたい焼きです。たい焼きの大きさこれです。普通のたい焼きこんなもん。博多に来ていろんなお仕事をまずして、朝早く知った人に会ったもんですから、50メーター道路でこうやって喋ってたんです。たらトントンっていう音でパッと振り向いた時しか覚えてませんけど、大型トラックにはねられました。入院したのが1年と4ヶ月ぐらい入院した。うちの奥様にこう横についてもらいながらちょっとずつ歩いて、わずか10分で行くところを半日がかりで、それがずーっと長年続けて、でステッキも取れてまともに歩けるようになって、周りのちっちゃな子供たちがいて、その子供たちにお菓子を作ってあげてたんです。その男の子が「おじちゃんたい焼き作って」って小麦粉でパパーッと作ってたい焼きをあんこ入れてパパーッと作ってあげて「はい」ってあげたんです。たら「まずい」って子供正直ですね、やっぱね。まずいって美味しくないって言われた。いろいろ試行錯誤して考え出して子供にだったら「あ、おじちゃん美味しい」って「美味しい」って言われたんで、それがきっかけでたい焼きができたんです。普通のたい焼きは美味しくない。3倍ぐらいですね。尾びれつければ40センチ、尻尾ですね。いろんなつければ40センチぐらいで、そういうやつだったらどこにも売ってないけんが、それ作ろうと。大将、たい焼きばっかりでちょっと飽きるけん、料理とか作れんとって言われた時に「ああ、作れないことないですよ」って「じゃあ来週作りますから1つでいいですか?」って言ったら「4つ」って、要するに4人で来るから4つです。それを作ったのがこの料理になるきっかけです。要するになんでできなくなったか言ったら、たい焼き作るのは12、3分かかる。これ2、3分かかんないですよ。側が焼けても中がドロドロです。焼けないです、そう簡単に。でそれに合わせるとこっちが大変です。でこれは簡単できてパッと向こうにで途中から「あ、やめよう」と。よいしょ。よいしょ。お弁当は全部で何種類ぐらいあるんですか？7種類です。300円、350円、400円。で、焼肉とか生姜焼きとか500円。どこもやらない。バカだから。多いか。多いね。お、でかいな。
さい。すみません。カレーを。はい。そこにお皿があります。白いお皿。はい。それにご飯好きなだけつけてください。好きなだけいいんですか。はい。よいしょ。はい、どうぞ。はい、失礼します。ありがとうございます。はい、どうぞ。初めて来ました。周りから話聞いてですね、美味しいし量は多いよということで聞いて、ちょうど私の子供が結構、食べ盛りで、一回食べてみて、子供も来れそうなら子供も連れてこようかなと思ったんですね。それで今日ちょうどこの辺来る機会があったんで寄らせてもらいました。システム分かりました最初？いや分からんかったです。正直言って分かりませんでした。びっくりですね。ありがとうございます。どうもすみません。ごちそうさまでした。ありがとうございます。あ、こんにちは。どうも。だんだんなくなるよ。今日早い。なくなるのが早い。味噌汁は向こうで、コーヒーはこっち側です。コーヒーもある。はい、もっちですよ。すげえ。すげえでしょ。かっこいい。今日は何を頼まれたんですか？今日はメンチカツ弁当です。ずっとこう買いに来続けられる理由というか、美味しいし、ボリュームあるし、安いし、あとは大将の人柄です。ご飯は楽しく食べたいですもんね。ありがとうございます。また来ます。ありがとうございます。はい。オムライスは卵何個分ぐらい使うの？普通サイズですこれ。小で4個。大だとどのくらいですか12。12ですか？大きさは倍あります。全然違います。糸島の卵です。最初はどこの卵でもわからないのいっぱい使ってたんですが、でそこの社長が来てうちの卵を一回オムライスに使ってみてください。どこでも一緒やつって言ったんやけど、これ2パックぐらい置いときますから試しに使ってみてください。使ったらうまかった。全然味が違う。むちゃくちゃ美味しいです。これはもう僕じゃないです。お客さんがいる。2回目ありますよ。最初はフォア、2回目はトロ、フォアトロです。大したことないですけどね。大したことないけど。尾形さんは今おいくつなんですか？73です。昭和25年、1950年生まれですね。73歳ですか？はい。1950年7月の22日です。若々しいですね。はい。みんな言います。お店はいつまで続けようとかあったりする？わかりません。体が動かなくなるまで。だから100になっても動ければやります。関係なく。いらっしゃいませ。じゃあ。肉野菜炒めてはい、作ります。よっしゃ。はい、失礼します。あ、こんにちは。
今日ビーフカレーで。はい、よいしょ。はい、お待ち。あ、こっちか。はい、どうぞ。はい、すいません。結構お店にはよく来られたりするんですか？もう14年。14年で、はい、ありました。今日頼まれたのは何になるんですか？ビーフカレーです。ビーフカレー。はい。いや、バラバラです。豚の生姜焼き丼とか、あとオムライスとか、そういういろんなの頼みます。人気高いのが、ビーフカレーでオムライスで生姜焼き定食です。大将の優しいところ、サービスしてくれてるところが優しいです。あちら空いてますんで。はい、どうぞ。お座りください。すいません。生姜焼きみたいな。はい、返しました。失礼します。ロースの生姜焼きが一番人気です。はい、すみません。生姜焼き3つです。よいしょ。はい、失礼いたします。よいしょ。もう一丁いきます。よいしょ。はい、すみません。失礼します。ネットワークとか。今日出張で自分は初めて。はい。そうです。盛りだくさん。あ、どうもね。味噌汁の向こうでコーヒーはそっちです。すみません。そっちから行きます。はい。はい。生姜焼き。はい。ナンバーワン。私も生姜焼き。はい。ナンバーツー。あ、違う違う違う。ナンバーワン。ありがとうございます。はい、大丈夫です。何でも言ってください。豚ロースのビーフカレースペシャル。これにご飯ついてください。はい、好きなだけ。すみません。はい、すみません。丼を。よいしょ。はい、すみません。はい、失礼します。あ、違います。お店にはよく来られるんですか？まあ、久しぶりに来ました。何度か、来ました。今日、まあ、この辺でちょっと用事があったので、ビーフカレースペシャルですね、自分は。何頼んでももう美味しいので。やっぱり大将がいいですから。人柄がいいし、もうそれに味もすごい美味しいですね。美味しいし、間違いないです。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございます。また来ます。はい、また来てください。ありがとうございます。あ、疲れてないですよ。全然。これだとか好きだからですね。お料理作るのが好きだから。あとはもうお客さんが美味しいって言ってくれるから、やっぱ嬉しいですよね。それだけですね。はい、すみません。どうぞ。はい、失礼します。選べなくなってしまった。元に今作ります。
大きいんですよ。小さそうに見えますけども、卵でかいんです。どうぞ。1日米はだいたい8升ぐらい使います。いや定食が結構多いんで、やっぱご飯物が多く出ます。新米なんでちょっと水少なめに炊いてます。時期によってそうですね。お米屋さんからそういう指示があるので、それで水の量を調整してます。自分いない時に業者さんが来るんで、渡してくださいっつって。生地が厚いやつと薄いやつと磯部、ごぼう天とかは薄い生地を使って、レンコンとエビ天は厚い生地。
れが国産の黄色生姜っていう肉うどんは生姜が乗ったうどんになりますので、毎朝生姜をミキシングしてます。皮を洗って皮ごとミキシングしてます。最後この生姜汁も漬け込みます。風味を逃がさないで漬け込みます。これを1日平日でだいたい4から6タッパーぐらい使います。うどん頼まれるときは生姜の量も選べるんで、最近やっぱ寒いんで体温めるという意味でお客さんもスプーン3杯とかっていう、メガ盛りっていうんですけど、ご注文されるお客さんが多いです。やっぱ冬はやっぱり使用量が多いです。水分がないとモーターに負荷がかかるので、この機械が壊れやすくなるので、なので滑りを良くするために、生姜を水を入れてます。生姜汁も出るので、一石二鳥。約300食ぐらい。
12キロに漬け込んで一晩寝かせます。これ今網にやってるのはドリップを切ってるんですね。生姜が入ってますと、もちろんこれを一晩寝かせて翌日使うっていう形です。博多に持ってきてですね、博多風に変えて新しい博多名物として、発信してるって。甘みをプラスしたりとか、メニューとかのシステムとか替え玉とかそばもありますんで、あとは定食が結構充実してるので、定食とこの肉の組み合わせっていうのもなかなか見られないと思う。250食分ぐらい、昼のピークにはなくなる。1日大体500食ぐらいは出ますので、醤油ベースの魚介だしなんですけど、いりこを中心にした昆布とか、しいたけとか、サバとか、いろいろ、素材が入ってるんですけど。いや、黒いから味が濃いとか、そういうわけではじゃないです。もう食べてもらったら分かると思うんですけど、全然濃くないです。見た目はちょっと濃いそうに見えるんですけど、意外とあっさりして、肉ごぼう天うどん、こちらがもう不動の人気ナンバーワンなんで。福岡で言えばごぼう天なんで、やっぱりもう定食とかだともうやっぱり唐揚げを召し上がっていただきたいところです。肉うどんの代名詞なんで、一味が置いてなくて代わりにこれを置いてます。結構辛い等級の唐辛子使ってるんで、普通の一味感覚で入れると結構大ごとします。この重量を前頭でちょっとずつ入れていってもらって、で慣れてきたぐらいにちょっと増やしていく感じですね。唐揚げにつけても全然美味しいですし、結構こういう感じで粗めの唐辛子になってます。お子さん用のお土産がいっぱい置いてあるのは、家族の方が家族連れがやっぱ多いです。はい、週末になるとやっぱりここら辺でもうお子様でごった返す感じになりますんで。駄菓子のチョイスは店長が。そうですね。はい。人気のものとかデータ取って買いに行ってます。新しいものがあれば買えたりとか、それでちょっと楽しんでもらえたらなって感じ。はいどうもいらっしゃいませ。はいどうもいらっしゃいませ。
します。はい。入賞でお入りください。はい、どうぞいらっしゃいませ。唐揚げ上がります。大盛りからお願いします。はい。お願いします。よ。ごぼうと空手のうどんです。よ。はい、どうぞ。4杯上がります。次2杯です。多めと磯辺の残り2杯出します。よお願いします。はい、終わりです。はい。250g あります。結構なボリュームになりますけど、機械でできる最大の太さでしてます。食感といったら讃岐うどんのコシのある強い麺になります。2杯出します。大盛りです。お願いします。2杯。よっ。波多めと大盛り多め。撮影よ。お願いします。はい。このメニューがおすすめとかってありますか？嘘うどんとそばの入ってるやつ珍しいですけどね。うどんとそばが入ってるっていうのは生姜がものすごく効いてて美味しいです。寒い時はやっぱこれやね。お願いします。ごぼう一うどん一です。はい、いらっしゃいませ。お願いします。うどん大盛り1、とろろセット1です。はいよ
2杯出します。うどんとごぼうです。お願いします。失礼します。はい。よー。よー。お待たせしました。はい、ありがとうございます。2杯出します。うどんとうどんお願いです。お願いします。よー。ありがとうございます。はい、替え玉2つ出します。よー。よー。肉じゃがコロッケ定食と、汁うどんの焼き、うどんの大盛りと、うどんの大盛り。で、生姜はもうメガ盛り。はい、します。汁 M 定1、汁コロ定麺大盛り1です。よー。さあミックスコロテ上がります。お願いします。よー。はい、お待たせしました。お願いします。卵セットと白セットです。よ2杯出します。お願いします。お願いします。よー。どうもありがとうございます。寒い時に食べたら体が温かくなって気持ち的に仕事がやる気が出るということですね。生姜パワーですね。そうですね。いっぱい出します。メガ盛りです。はいよ。はい。うどんそば選べます。はい、生姜の量はいかがなさいますか？汁うどんトッピングごぼうが1、かゆうどん1です。はい、いらっしゃいませ。大盛りからです。はい。お願いします。嘘トッピングレンコンと卵と生で321です。お願いします。
よーお願いします。すいません。お願いします。よお姉ちゃん貸す。お願いします。少々お待ちください。お待たせしました。替え玉ですね。失礼します。レキどうぞ。両面卵。はいよ。お疲れ様です。はい、よっしゃしゃ両面卵レンコンとうどんです。おレンコンも上がります。はい、よっしゃしゃおにぎりと様上がります。確かに。お願いします。うどん1とろろセット1、おにぎり1皿1でよー。じゃあ甘天上がります。よー。どうの甘天上げます。よー。ここから上がります。よー。支払いを。山芋で1です。はい、山芋さんしかです。柏上がります。よ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうぞ一緒せ。はい、ありがとうございます。2杯出します。はい。お願いします。はい。200円のお買い物シートよろしいですか？はい、ありがとうございます。はい、1000円お預かりします。200円のお買い物シートよろしいですか？はい、ありがとうございます。お待たせしました。肉肉そばの小籠包です。丼が熱いのでお気をつけください。ありがとうございます。ありがとうございます。のりごまで。のりごま。うん。よー。2杯いきまーす。させ山芋生姜多めとうどん普通です。山芋天ごとに。はい、ありがとうございます。そばに卵です。よー。よー。うどんそば出しまーす。はい、お願いします。はい、おそば玉。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。うどんで生姜の
It's good. It's very yummy. It's very yummy. We are surprised here. よーいっぱい出しますよーうどん正面ですよーこれで終わりですよよく決まってたからいやもう美味しいっすよもう、やっぱこれね普通です失礼します釜飯セットのお客様2名様。はい。はい、ありがとうございます。 2杯です。はい。お願いします。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。山形大盛り1、ごぼう大盛りが2です。よー。定食で終わりです。よー。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。まだお待ちしてます。辛系な生姜をよっ。5本目が。はい。これで終わりです。はい。お願いします。よっ。いらっしゃいませ。眠ってるうどん出します。はい。お願いします。はい。はい。2人前もらいます。はい。ございます。ありがとうございます。おーい。低温がおだまです。多めと。はい。メガネ。山笠出ます。お願いします。はい。どうもありがとうございます。博多山笠盛りうどんですね。一番大きいやつですね。はい、そうです。はい。美味しいです。今前頭。前頭。10秒ぐらい。辛い。
お願いします。お願いします。はいよ、いいよ。お待たせします。お待たせいたしました。どんどんおいしくね。はい、よっしゃしたー。よっしゃしたー。よっ。黒カレーライスになりますね。甘めの方少々お待ちください。汁メガです。いいよ。お願いします。ごぼう1、うどん、辛セット1です。いいよ。すみません、お待たせしました。汁うどんですね。生姜メガです。失礼します。メッキーどうぞ。お願いします。はい。よいしょ。いいよ。麺しましょう。すみません、お待たせしました。うどんですね。失礼します。ニコニコ唐揚げです。失礼します。お願いします。焼肉うどんよく来られるんですよ。唐揚げ丼頼まれてるじゃないですか。どんなお味がしますか。外はカリッと中は美味しいです。はい、お願いします。入ります。お願いします。はい。下行きます。ごぼうと白セット。はい。あと1回で終わりです。はい。失礼します。ごぼう定番ですね。肉の生姜。はい、失礼します。唐揚げ丼セットのうどんです。失礼します。メニュー失礼します。メニューどうぞ。来たぜー。はい、いらっしゃいませー。かえそばですか。かえそばです。お願いします。はい。お願いします。1名最初。1名様お待ちです。お願いします。はい。柏でーす。替え玉のハーフ1で。はい、いらっしゃいませー。よこれで終わりです。はい、どうもいらっしゃいませー。はい、どうもいらっしゃいませー。定食お願いします。はい。じゃあ先にうどんからいきます。よ。普通です。はい、いきます。お願いします。はい。 5と6です。はい。はい、
どうもありがとうございます。これはマー油です。新手の麺大盛り焼き、お後が磯辺が1、ホットがうどん。簡単に入らします。お願いします。よすいません、お待たせしました。簡単麺3枚いきます。レシートは大丈夫ですか？どうもありがとうございます。お願いします。牛丼です。お願いします。うどん2杯とそば1日。麺のそば黒レーズンお待ちました。以上でおそばいいですか？失礼します。だけれどもいいどうぞ。出しました。初めて来ました。そうなんですか。どういったきっかけで来店されたんですか。何回か来たことあって連れてきてもらいました。お味いかがでしたか。美味しいです。最初まで生姜少なめです。肉うどんからのかえそばです。とても美味しいです。そばがないですね。こちらには結構お越しになられるんですか。あ、結構来ます。鳥栖に行こうと思ってて、この通り道で。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。出しました。はい、お待たせしました。どうぞ。辛め1です。ありがとうございます。
はい、そば一塁。いいよ。ございます。どうもございます。いらっしゃいませ。お願いします。はい、そば一塁。はい。お願いしま2個手出します。す。はい、あ、ごめんなさい。お待たせいたしました。と2個はい。失礼します。お待たせしました。お生そばに。おいしいどうぞ。お、ありがとうございます。ありがとうございます。で地元は讃岐うどんなの、香川県が地元に。そのラーメンからうどんに転身されたきっかけとかはやっぱりうどん好きなんですけど、こういったうどんは初めてで、食べた時に衝撃を受けたっていうのが一つで、こういううどんをちょっと広めたいっていう思いで入社しました。昔からパチンコのお客さんが肉うどん大盛り上がります。肉うどん5ポテ入りです。結構あるよね。これで大盛りだったら大変なことなんだよ。もうすぐもちもちして柔らかいうどんの方が好きなんではい、カツ丼単品です。ここのカレー美味しいよ。ありがとうございます。おはよう。大体カツオと昆布とあごとしいたけお願いしてる私最近
腱鞘炎で腕が痛いで、先月も社員一人でずっと一日中焼き飯やら振り回しとったけど痛めてしまった。去年まで天神の方でもともといた職場の先輩とお店してたんですよ。でその時にずっとお世話になった将軍のマスターが亡くなったっていうのを聞いたんですよ。この話を聞いて21世紀のオーナーさんに声をかけてたんですよ。もし将軍をやるんだったら自分がやりますよっていうのを声かけてて、もともとは大阪の辻調理師専門学校っていうのを卒業して、そこからは、福岡の割烹料理屋で新卒で入ったんですよ。もう要はマスターも継がせる気がなかったから、誰にもそのレシピとか教えてなかったんですよね。ここのマスターの時代の時の将軍のレシピっていうのはこの世には存在しない。もう今までずっと食べてきた味を思い出しながら全部調合してます。だからやっぱりお客さんからは味がちょっと違うねとは言われるんですけど、自分の食べてきた舌を信じてそれをもとに今は作ってますね。焼きうどんに1個でいいですか。はい。
肉うどん5ポテン入りです。お待たせしました。肉うどんにごぼう1本トッピングですね。これ大盛りですか？普通盛り結構あるよね。これで大盛りだったら大変なことなんだ。みんな肉わかめと食べる。野菜炒め上がるよ。手が震えます。最後のことはい、カツ丼単品です。はい、ありがとうございます。唐揚げの個数が違う。あ、個数が違うだけ。はい、唐揚げ定食はここで。あ、そういうこと。一つ定食は3個。今日ね。はいね、お待たせしました。はい、お願いします。はい、お待たせしました。5番さんです。うまいですね。いらっしゃいませ。ホルモン鉄板。ホルモン鉄板定食。こちらご飯大盛りできますけど。普通で。はい。いらっしゃいませ。どうぞ。
はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ここの前の店から来て20年安いでうまい。昼間から飲みに来てくれる、ずっと将軍の時からですけど、夜はもう半居酒屋みたいな感じだったんですよ。焼酎とキープとかも置いてるんですけど、もう昔からパチンコのお客さんが飲みにその休憩の間とかで飲みに来てくれるから、ちょっと変わったお店ではある。まあ、違う形ですけどね、まあ、味も若干変わってますから、元の将軍とはいかないですけど、昔みたいに繁盛してくれたらいいなと。でそのままやめて俺は独立しようかなと、まあ、多分それがマスターが望んでる一番いい形だと思うんで、泣きながら出してくれたんですよ。頑張れよっつってまともに話したのが多分それが最後やったけ、ここにおるよりは独立して多分自分がやりたいことやった方がいいと思うんで、自分とマスターが納得できるような形にしてここを抜けて独立しようかなと思ってます。ありました。はい、シャンプー上がり。週末の前とかは20枚30枚したりしてます。そちらのテーブルだと卵ですか。めっちゃ美味しいです。いらっしゃいませ。肉うどん大盛り上がります。今日は肉うどんが食べたかったんで今日は来ました。
けだ。あれ吹いてないの。早いね。うん。今2分ございます。いいえ。はい。それで、平井さん、さっき。マーケティングとか言われて、びっくりしたわ。いつもそれなんですか？ここの食べきらん。こればっかり。好きや。ここの唐揚げ美味しいよ。終わったら怖い。あれもこればっかりどこ？常連さんなんですか？毎日来てます。家で少ない家に。ほぼ安いから美味しい。700円です。ありがとうございます。はい。また明日。また明日。あ、こんにちは。どうぞ。美味しいって言ってもらえる時が一番楽しい。楽しいっていうか、やりがいがある。魚釣りが好きで、中学生の頃とか、魚釣って持って帰って、家でさばいたりしとったのが始まりやったんですよ。料理の高校行って、専門学校行って、で、割烹料理に行った感じ。今始めよう。ありがとうございます。うどんセット上がります。エビ天うどんですね。よいしょー。カツ丼うどんセット1つ。わかめがないと持ってきます。いいですか？はい、ちょっと待ってください。おでんのごぼうがめちゃめちゃ美味しい。前回もおでんのごぼうを食べてめちゃめちゃ美味しくなった。歯ごたえがあって出汁がよく染みてごぼうの香りがして。
すで柔らかいうどんの方が好きなんで焼き飯とか焼きうどんって自家製なんですか？これ自家製です。タレはもう全部自家製で、ちゃんぽんスープとかも自分が食べた感じはもうほぼ再現できてるかなとは思います。めちゃめちゃ大変でしたよ何回食べ直したことか。もうちゃんぽんとかももうずっと1ヶ月ぐらいずっとちゃんぽん食べてましたし、自分がもともと知ってたやつもあったんですよ。唐揚げとか焼き飯のタレとか知ってたんですけど、焼きうどんのソースとかちゃんぽんスープとかもう全くなかったんで、もう一からこれが入っとったような気がするなみたいな、この将軍にあったもともと並んであったこの調味料を思い出しながら、これ入れとったんかなとか思いながら、こういろんなのを入れてで味見してっていうのを繰り返してましたね。生あら、今日はお早いじゃないですか。呼んできた。呼ばれたじゃんと。あんた。何それ。韓国の飲むとことかそういうとこはいい。はい。肉ごぼうですね。します。ですかね。どうした。もう注文が入ってから入れる感じです。味自体はもう前日につけ置きして。から結構特殊なんですよ。先生お待たせしました。将軍定食ですね。いただきます。ちゃんぽんして作る。ちゃんぽん。はい。はい。ありがとうございます。こんにちは。いらっしゃいませ。どうぞ。失礼しました。ホルモン鉄板定食ですね。
250g ぐらい。ありがとうございます。失礼します。お待たせしました。カツ丼ですね。ありがとうございます。昔からですけど、焼き飯とちゃんぽん、もう誰もが認めるような人気メニューなので、ご来店の際はぜひよろしくお願いします。